どうもこんにちは、ケン先生です。今日はですね、前回の昆虫の続きをやっていきたいと思います。まずはですね、前回の復習を少ししましょう。前回はですね、どのような条件があれば昆虫と言えるのかという話をしたと思いますけども、体がですね、頭、胸、腹に分かれている。そしてですね、胸から足が6本生えている。この2つの条件を満たせばですね、昆虫と言えますよという話をね、したと思います。で、今回はですね、さらに踏み込んだ話をしていきましょう。頭がどうなっているのか、胸がどうなっているのか、腹がどうなっているのか、どんな役割があるのかっていうところをですね、重点的に覚えていっていただければなと思います。それではやりましょう。それではですね、まず頭の構造を見ていきましょう。まず頭の一番上に触覚というものがついていますね。左右に1本ずつ、2本ありますね。一対とも言います。触覚というとですね、触って何か確かめるようなイメージがあると思いますが、実はそれだけじゃなくて、感覚器官としてもですね、めちゃくちゃ重要なですね、器官になっています。特にですね、主な役割としましては、匂いや味などを感じるのもこの触覚なんですね。なので人間のですね、鼻であったりとかですね、舌であったりとか、そういった役目もですね、この触覚がしているということになります。そして昆虫にはですね、大きな目が2つあります。これは複眼と言います。視野が広くてですね、色や形を見分けることができるんですが、人間ほどはですね、よく見えているわけではありません。で、複眼の複という漢字をね、見ていただきたいと思うんですけども、複数という意味の複でございます。右側にですね、六角形の模様がたくさんついていると思いますけども、これ蜂の巣ではなくてですね、これがですね、昆虫の目をドアップにしたものなんですね。というのもですね、この六角形の一つ一つが小さな目になっていまして、それが複数集まっているから複眼というようなですね、覚え方でいいんじゃないかなと思います。特にですね、昆虫だと、この花の蜜を集めるためにですね、赤色だったりとか黄色だったりとかのですね、そういった色がですね、見やすくなっていたりとか、そういったですね、生物特有の形にですね、ある意味進化しているかなと思っていただければいいかなと。そのような感じでですね、それぞれの昆虫がですね、生活しやすいように、目もですね、進化していると言っていいと思います。で、真ん中にですね、3つありますけども、これが単眼と言いましてですね、光を感じる目になります。単眼というですね、字を見ていただくとわかるんですけども、単独の単ということで、1個ずつという意味で単眼というね、名前がついています。で、これはですね、今3つ書いてありますけども、昆虫によってはですね、2つのものもありますし、ないものもありますので、全部が全部3つであるということはありません。そこはですね、注意していただければなと思います。それではですね、次に胸を見ていきましょう。はい、胸はですね、前回やりました通り、足が6本生えていますね。3対ということもありますよって話したと思います。で、さらにですね、胸というのは3箇所に分かれているんですね。なかなかですね、中学受験でここまで聞かれてくることっていうのはあまりないんですが、知識としてですね、覚えておくと、もし出された時にですね、他の子たちと差になるところかなと思います。まずですね、一番上の部分が前胸と言いますね、前胸のところです。で、真ん中が中胸。そしてですね、後ろが後胸という風な感じですね。このですね、前胸、中胸、後胸のですね、それぞれから足がですね、2本ずつ左右に生えているということになります。そしてですね、胸は足だけではなくてですね、羽も生えています。例えば、4枚の羽の昆虫だと、こんな感じで生えていますね。実はですね、前胸には羽がなくて、この中胸と後胸の部分から羽が生えているんですね。そしてですね、羽の枚数なんですけども、この4枚の昆虫が何なのか、2枚の昆虫が何なのか、全く羽のない昆虫は何なのかっていうのはですね、ある程度種類としてですね、覚えておいていただけるといいかなと思います。代表的なものとしましてはですね、羽が4枚のものは蝶ですね。アゲハチョウとかモンシロチョウとかがここに入ります。あとカブトムシとかハチとかクワガタムシとかテントウムシとかコガネムシとか、ここら辺はですね、全部4枚の昆虫ですね。というのもですね、羽を4枚持つ昆虫は結構多いんです。で、カブトムシとかテントウムシとかもそうなんですけども、外側に硬い殻がありますよね。外側の硬い殻も羽の枚数には入ってきますので、外側のですね、硬い甲羅のような羽と内側の柔らかいビニールのような羽で4枚というような感じですね。あとですね、2枚のものもあります。ハエなんかはですね、退化した羽が後ろについていたりとかするんですけども、
羽が2枚。皮もアブも羽は2枚ですね。あと羽がないものはアリとかシミとかノミとかありますね。シミムシっていうのはなかなかですね、聞いたことがないかなと思いますけども、古い本などをですね、食べたりとかする虫ですね。我が家も何匹か出たことがあります。で、ノミはですね、猫ちゃんとか犬とかの血を吸ってですね、ビヨンビヨン跳ねているような虫ですね。なかなか見ることはね、少ないかなと思いますので、もしよかったらですね、またインターネット上で調べてください。それではですね、腹の状態を見ていきましょう。お腹はですね、こんな感じで線が入っておりまして、節々があるような感じですね。そしてですね、この線に合わせて、こんな感じで穴が開いています。で、この穴は何かと言いますと、気門と言いましてですね、呼吸により空気が出入りするところを示しております。酸素をですね、気管に送って二酸化炭素を気管から出してくるっていうところなんですけども、いわゆる人間の口のようなものでですね、空気が出入りしているのがこの部分になります。なのでですね、昆虫の場合は顔をですね、塞いでも呼吸ができなくなるっていうことはなくてですね、お腹の部分を塞いでしまうと呼吸ができなくなるというような感じですね。で、中学受験ではですね、気門というのはお腹にあると覚えておいていただければいいんですけども、実はですね、昆虫によっては胸の方までですね、気門があるものもあります。ただ、それはですね、例外的なものということで、受験ではですね、お腹と覚えてくれればいいかな。あとですね、気門っていうのは口のようなものなんですね。なので人間って酸素と二酸化炭素を入れ替えるのに肺っていう部分を持っているじゃないですか。それと同じで昆虫も肺の役割をする部分があります。それがですね、気管というところがあるんですね。それはですね、この気門の部分のさらに奥、ここから入った空気が中にですね、気管という部分がありまして、そこでですね、酸素を受け取って二酸化炭素を放出するというような風になっております。それではね、次、雲の体を見てみましょう。雲はですね、前回も言いました通り、頭胸部というところからですね、足が8本生えています。当然ですね、頭、胸、腹にも分かれていませんし、足も6本ではないので昆虫ではないんですけども、よくですね、昆虫と対比させるように問題になることがあります。まずは足が8本、4つでありますよね。雲のですね、頭のところを見ていただくと分かるんですけども、いわゆる触覚のようなものが出ているじゃないですか。ただこれはですね、触視と言います。触視のこの視っていう漢字はですね、特に覚えなくてもいいかなっていう気もしますけども、この触視というのはですね、役割としては触覚に近いのかなというところなんですけども、足のですね、一部分という風に見える場合もありますので、この触視、足っていうですね、名前がついたのかなと推測しています。で、さらにですね、真ん中に8つ、点々とついていますが、これがですね、単眼ですね。雲の場合はですね、複眼といって大きな目がなくてですね、この単眼8つだけでですね、ものを見ております。なのでですね、普通の昆虫の単眼よりかは性能が良くてですね、ある程度人の形ぐらいまではわかるんではないかなと言われています。で、これもですね、中学受験の範囲では単眼8つと覚えていただければいいと思いますが、実際はですね、ないものもあればですね、2個、4つ、6つっていう場合もありますのでね、これもですね、種類によって違うんですね。ただ聞かれてくる場合は8つですので、そうやって覚えていただければいいかなと思います。はい、このような感じでですね、今回昆虫の体の作りについてね、お話しさせていただきました。次はですね、その昆虫の変化の仕方ですね。どのように卵から生まれて帰って成虫になっていくかっていうのをですね、お勉強していきたいなと思いますので、それまでにですね、今日やったことをしっかり復習しておいてください。それではこの辺で、さようなら。